アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためゼロから水槽の準備をしています。今回は溶けてしまったアヌビアス7とは違う方法で石に水草をくっつけます。画面のミクロソリウムプテロプスナローミニはもう完全水中栽培に移行してて、今のところ特に問題はありません。そしてくっつける石は以前購入した渓流石です。溶けたアヌビアス7で使っていたものがあるので、接着剤を剥がして再利用します。ラジペンでこうやってゴリゴリ剥がしてるんですけど、完全に硬化してるので、残ってても全然問題はないと思います。綺麗にしておきたかったっていう僕の気分ですね。で、今回の作業をするにあたって、いろいろ素材を考えてたんですよ。まず試したのが 0.3mm のテグスです。そしてピンセットと、これは鉗子ですね。で、ちょっと考えもあって、紙旗ゼリー状接着剤も用意しておきます。で、まず鉗子でテグスの端っこを掴んで、これは結ぶときにテグスの反対側を見失わないようにするためです。そしてぐるぐる巻いて、で、今回の動画は作業をしているのを少し長く動画に入れてみます。ちょっと見てるとイライラするかもしれないんですけど、実際に一つ作業するのにどのくらい手間がかかるのか分かりやすいかなと思って、ちょっと試しでやらせてください。で、画面の方は巻き直したりしてますが、この作業ですごい気を使ったところは、茎の部分が圧迫されて、うっ血みたいになっちゃまずいよなっていうところと、かといって、緩すぎると外れちゃうしっていう力加減をね、どうしようかって悩みながらすごいやってます。それと、テグスを試したのは、釣りで使ったりするものなので、水中でちょっと見えにくいかなっていうのと、あと丈夫ですよね、テグスは。で、ピンセット使いながら結んで、これ水草と石を押さえながら余った指でテグス結ぶの結構難しいです。手がもう一つ欲しいですね。で、キュッと3回結んで一つ完了です。こんなもんかなって思いながら想像通りの状態で特に驚きもなく見てます。うまくいったし、この方法でいこうかなっていう感じで、で、次の株です。で、また同じようにセッティングして、くるくるって巻いて、もうここはもう早送りでいいですよね。で、また結んで、余りを切って、できたと思ったんですが、ちょっと揺らしたら取れました。これは先ほどお話しした力加減かなと思って、もう少しだけきつく巻いてみようと思います。で、巻いて、縛って、やっぱり取れますね、これ。なんていうか、テグスって硬くて反発力があるんで、ギューって巻かないと石にフィットしてくれないんですよね。ただ、これはある程度予想してたので、巻き直して、で、今度は結ばないで、石の裏でテグスを接着剤で固定しちゃいます。ちょんちょんって乗せて、硬化まで待つだけなんですが、これ取れましたね。やっぱりテグスの反発力がね、ちょっと扱いにくいんですよ。ギューって巻けばいいんだけど、水草がダメになっちゃったら元も子もないんで、で、一応また試して、また外れて、また試して、やっぱりダメですね。これ怖くて力入れられませんでした。逆になんで1回目うまくいったんですかね。石の形も結構関係ありそうですね。ただやっぱりテグスの丈夫なところが逆に作業しにくいことは確かなんで、次はこれを試します。こちらはテグスに似てますが、伸縮性があるゴムテグスです。これならテグスより形状にフィットするんで、使いやすいんじゃないかなって考えて用意しました。ちなみにダイソーで購入してます。手順はテグスと全く一緒なんで説明省きますね。やっぱり反発力が少ないんで作業はしやすいです。ピタピタって巻ける感じですね。で、これ口使って結んでますが画面の外でほんとすいません。で、これも同じく3回結んで、うまくいきました。固定した感じは、こっちのがね、フィット感やっぱりあります。伸縮性があるんで、触った感じ、水草へストレスがすごいかかってるって感じでもないんですよね。で、2つ目もうまくいって、作業としてはやっぱこっちの方がやりやすいです。ただ、2つ作業して画面の奥にある水が入ったカップに入れて気がついたのが、水中でこのゴムがすっごい目立つんですよ。やっぱ白は水中でかなり違和感出ちゃいますね。なのでこれはボツにしました。
ということで、結局これを使うことになります。この作業ではアクアリウムで定番のビニールタイです。ビニタイって呼ばれてますね。アクアリウム以外でも結構便利なんで、50メートルのやつ買っちゃいました。で、これを最初に選ばなかったのは、やっぱり何より幅がちょっと広すぎて、これはちょっと目立ちすぎだろって思ってたんです。どんなに使いやすくても、水槽ですごい目立っちゃったら意味がないんで、これはあんまり使いたくなかったんです。でもとにかく使ってみましょう。石と水草に沿わせて、巻いて、端っこの2本をくるくるってひねって、完成です。めっちゃ簡単ですね、これ。もう一つ作業をしてみましょう。で、これ画面映ってないのごめんなさい。もう何本も映像作ってんだから手の位置ぐらい気をつけろって感じですよね、本当に。でも集中しちゃうと結構こういうの忘れちゃうんですよね。で、作業が終わって、ビニタイを使いたくないとか言ってごめんなさい、本当に。めちゃくちゃいいです、これ。で、あれ、見た目もこれ全然 OK じゃねって思った瞬間、テグスとゴムテグスのやつはもうやり直すことに決めました。これ結局、石に水草が着生すれば、ビニタイを外せばいいだけの話なんで、サクッと付け替えちゃいます。ただ、ビニタイの両脇が結構シャープなんで、ここで水草を傷つけそうなのがちょっとだけ怖いんですけど、でもこの巻いても形が戻らないのはとっても楽なんで、基本はこれでいきたいと思います。ミクロソリウムトライデントミニも作業します。こっちはまだ株をほぐしてないんで、その作業と石にくっつける作業を同時に進めました。サクッと作業が進んで、ビニタイだとストレスなく完了ですね。ちょっと説明が遅れたんですけど、このミクロソリウムトライデントミニは、すでに水中水耕栽培に移行してるんで、引き続きこのまま育成したいと思います。そして前回追加で購入してきたアヌビアス7とアヌビアス7プチです。こちらもビニタイで取り付けるんですが、今回はこのひょろひょろ出てる根の部分は、ほぼカットしないで、そのまま石にくっつけちゃいます。キュッとひねって簡単に完成ですね。ただ、ものすごい長い根が1、2本あるんで、そこだけ芋から離れた位置でカットしました。ここはやめておきましょう。で、この切ってない根が逆にビニタイを隠してくれて、いい感じに見えます。この作業はアヌビアス7が溶けた時の仮説をもとに、まず接着剤を使わないで、根を切るとか余計なこともあんまりしないで、ささっと巻いて終わらせることを第一に考えてます。買ってきた株も違うんで、単純に結論は出せないと思うんですけど、とにかく一番シンプルな方法で、水草をガチャガチャいじらないでどうなるか見ていこうと思います。ちなみに木綿糸とか ADA のモスコットンだと巻いた後水中で溶けてなくなるそうなんですけど、これを使ってないのは溶けるまでの期間がはっきりとわからないのが一番の理由です。全部一斉に糸が綺麗に溶けるもんじゃないと思うんで、ある部分だけ溶けちゃって、水草とかモスが外れて、糸のカスだけ残っててってことになったら嫌だなと思って使ってないです。ちょっと不確定要素が多いっていうことですね。溶けないものを使って着生した時点で外した方が僕にとってはやりやすい作業です。この辺は実験も兼ねて影響が少なそうなところでいずれ試してみようと思います。では今回使った金額です。ダイソーテグス 0.3mm、これが110円。同じくダイソーのゴムテグス 0.5mm、これも110円。ビニールタイ 50m で250円。黒いやつですね。ここまでで合計124,096円使いました。やっぱりたくさんの人が使ってるビニタイは作業しやすかったです。それより水中で思ったより目立たないっていうのは意外でしたね。少しお話ししましたが、ビニタイの両脇が結構鋭利なんで、その辺を気にしないで良さそうな商品がないか、なんかのついでに色々探してみたいと思います。園芸コーナーっていろんな商品があって面白いですよね。そして次回、手元にある水草の採集した準備となります。これで注水まで水草をいろいろいじる作業はなくなるはずです。水草のためにも早く落ち着いた環境にしてあげたいですね。この動画の公開日がクリスマスイブということで、皆様メリークリスマス。それではまた。